こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、こちらですね、私が大好きでよく食べてるクリスピークリームドーナツなんですけど、こちらをですね、今日は、じゃん、揚げてみました。見てください、めっちゃ美味しそうじゃないですか。12個入りのやつを揚げたんですけど、揚げて体積が大きくなっちゃったみたいで箱に入りきれなかったんで、こっちにも入れました。クリスピークリームドーナツってドーナツだけど、こう、ふっくら焼いてるドーナツなんですよね。これはね、もうちょっと私、揚げないと思って。じゃあ揚げていきたいと思います。まずは衣を目分量で作っていきます。で、前回クリームパンを作った時と同じような感じですね。牛乳と薄力粉をして天ぷらの衣ぐらいのゆるさにしていきます。これぐらいかな。じゃん、クリスピークリームドーナツのオリジナルグレーズドです。グレーズドが薄くコーティングしてあって美味しそうですね。で、こちらを衣につけます。わあ、そして油で揚げます。あ、ちょっともうちょっとじゅわーってなってほしかったなあー、美味しそうかも。はい、こんな感じです。じゃんじゃん揚げていきます。出来上がった揚げドーナツに粉砂糖とメープルシロップをかけます。蜂蜜もかけます。じゃん、完成です。やばいですね、今回もめっちゃ美味しそうですね。やっぱり揚げるって最高です。テンションも上がりますね。いただきます。まずはメープルシロップの方から。粉砂糖もかかったと美味しそうですね。美味しい。クリスピークリームドーナツのオリジナルグレーズドってもともとちょっともちっとしてるんですよね。揚げるとやっぱりもっともちっとなって、しかも周りの衣がカリカリになっとってとっても美味しいです。多分この衣とね、クリスピークリームドーナツの周りにコーティングしてあるグレーズドがちょっと混ざり合って、それが甘い衣に変わってて美味しいです。で、今度蜂蜜も食べてみます。見た目は変わらないですね。やっぱ蜂蜜の風味もいいですね。で、生地がね、よりもちっとしてます。何度も言いますけど、オリジナルグレーズドってレンジで温めるとめっちゃ美味しくなるんですよ。で、揚げるから温まって同じ感じになってるんですよね。だからめっちゃ美味しいです。カリカリだ。めっちゃ甘くてジャンクな感じで幸せですね。中のね、ドーナツの生地の中に油が染み込んでるんですよ。たまんないですね。油好きとしてはたまんないですねで、私ちょっとね、もしかしてこれ揚げパンと一緒なんじゃないかなってちょっと思いかけたんですけど、でもね、揚げパンとはね、中のパン生地の滑らかさが違いますね。クリスピークリームドーナツのがやっぱりふっくらしてて、きめが細かいです。蜂蜜は蜂蜜だね。メープルシロップと全然違う感じで、蜂蜜の風味っていいですよね。最後の一つです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。クリスピークリームドーナツ揚げ、とっても美味しかったです。やっぱりね、油で揚げるとね、ジャンクさが増すんですよね。やっぱり人類にはね、油が必要なんだと思います。少なくとも私には。今回クリスピークリームドーナツを使ったんですけど、家の近くにクリスピークリームドーナツがなかったりする人とか、使いたくない人、イースト菌でパン系のドーナツあるじゃないですか。で、お砂糖がコーティングしてあるやつ、ああいうのでやってもね、全然いいと思いますしね。やっぱりね、なかなか出来たてで食べられないじゃないですか。だから自宅に帰ってから自分で油で揚げて、ちょっと出来たて感を味わえるっていうのがいい
いですよね。油最高です。私的には美味しかったので、興味のある方はぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン